なぜ日本は米で給料を払ったのか。世界史から消えた異色の経済システム。オープニング導入部。人類の歴史は交換の歴史でもあります。あなたが手にしたスマートフォンも今朝飲んだコーヒーも誰かの労働と交換されたものです。しかし、この交換は常に簡単な道のりではありませんでした。想像してみてください。もしあなたがリンゴが欲しいのに相手がパンはいらない、バナナが欲しいと言ったらどうしますか。これが物々交換の限界、欲求の二重の一致の壁でした。この壁を乗り越えるため、人類は画期的な発明をしました。それがお金です。最初のお金は金や銀ではありませんでした。美しくある程度希少で壊れにくい貝殻でした。古代文明では遠く離れた海から運ばれてきた美しいコーリーシェルが富の象徴であり、交換の媒体として機能しました。人々は貝殻に価値を見出し、それを使って取引を始めたのです。やがてより耐久性があり分割し安い金属が登場します。紀元前7世紀、アナトリア半島のリディア王国で世界初の貨幣が誕生しました。王の刻印が押された小さな金属片。これは人類の経済史における革命でした。重さを測る手間も品質を疑う必要もありません。この小さなコインが瞬く間に世界中に広がり、経済活動を加速させていきました。世界が貝殻から金属貨幣へと経済の進化の道をたどっていく中、ある国だけが全く異なる道を歩みました。それは日本です。鎖国によって独自の発展を遂げた江戸時代、人々は金属貨幣を使って日常的に取引をしていました。しかし、この国の最高位の階級武士たちはなんと米で給料を受け取っていたのです。なぜ江戸時代の日本は2世紀半以上もの間、米という食料を国の基盤となる給料として使い続けたのでしょうか。なぜ世界が金属貨幣へと移行する中で日本だけがこの異色の経済システムを維持したのでしょうか。そしてこの米に支えられた社会は武士たちに、そして日本という国に一体難をもたらしたのでしょうか。今日の動画では貝殻から金属貨幣に至る人類の貨幣進化の普遍的な物語と、その常識を打ち破り米を給料として選び取った江戸時代の日本の特殊な経済システムに迫ります。この物語は単なる歴史の解説ではありません。価値の本質とは何か、社会の仕組みと経済がどう絡み合うのか、そして変化の波にどう適応するのか、現代の私たちが直面するビジネスと人生の課題に対する深遠な、さあ歴史の扉を開き世界を変えた経済の物語を紐解いていきましょう。背景コンテクスト。2万年前、人類は小さな集団で暮らしていました。彼らは獲物を狩り好みをとって生活していました。やがて農耕が始まり、人々は低重視余剰生産物が生まれるようになります。しかしここで一つの問題が浮上しました。物々交換です。私が取った獲物とあなたが育てた野菜、お互いに必要なものが一致すればよいのですが、現実はそう簡単ではありませんでした。この欲求の二重の一致という非効率性を解消するために生まれたのが商品貨幣です。食料として重要な塩家畜、そして美しく希少な貝殻が地域や文化に応じて貨幣として使われ始めました。特にコーリーシェルはインド、アフリカ、そして古代中国の一部で数千年にわたって貨幣として流通しました。
その美しい光沢耐久性そしてある程度の希少性が人々に普遍的な価値を認識させたのです。しかし商品貨幣にも限界がありました。品質のばらつき、持ち運びの不便さそして簡単に分割できないこと。例えば牛一頭で何かを買うことはできても、その半分で小さな買い物はできません。そこで人類が目をつけたのが金属です。金銀銅は加工し、安く耐久性があり、分割も容易です。そして何よりも世界中で希少で美しいという価値が共有されていました。紀元前7世紀アナトリア半島に栄えたリディア王国で、この金属の可能性が花開きます。彼らは天然の金銀合金で、あるエレクトラムを特定の重さに切り分け王家の紋章を刻印しました。これが世界初の鋳造貨幣です。この小さな金属片は、それまでの煩わしさを一掃しました。いちいち重さを測る必要も品質を疑う必要もありません。刻印一つで、その価値が保証されたのです。リディアの貨幣は、瞬く間に地中海世界に広がり、ペルシア帝国やギリシアの都市国家でも、独自のコインが発行されるようになります。貨幣経済の誕生は、貿易を加速させ都市を繁栄させ、国家の経済運営を劇的に効率化しました。世界は、物々交換の時代から商品貨幣の時代を経て、金属貨幣の時代へと、着実に進化の階段を登っていったのです。しかし地球の東の果て海に囲まれた日本列島では、全く異なる経済システムが息づいていました。1603年、徳川家康によって、江戸幕府が開かれ、およそ260年にわたる平和な時代が始まります。この時代の日本は、世界に類を見ない米経済の国でした。日本の国土は、その多くが山地です。しかし限られた平野部では、稲作が非常に発達しました。米は日本人の主食であるだけでなく、税金であり、富の象徴でありそして、価値の基準そのものだったのです。江戸幕府は、全国の土地の生産力を石高という米の単位で、測りそれに基づいて大名の領地や武士たちの給料を定めていました。確かに、江戸時代にも金貨銀貨銅貨といった金属貨幣は流通していました。特に都市部では、商人が活発に取引を行い、貨幣経済が発展していました。しかし国の屋台骨を支える武士階級の給料は、この金属貨幣ではなく、米で支払われ続けたのです。なぜ、世界が金貨や銀貨に熱狂する中で、日本だけが米を給料として選び維持したのでしょうか。物語の展開。人類が物々交換の非効率性に直面したのは、数万年前のまだ文字も貨幣もない時代でした。もしあなたが優秀な弓矢の職人だったとしても、食料を得るためには、その弓矢を欲しがる農夫を見つけかつ、その農夫があなたが欲しい食料を持っているという奇跡的な偶然を待たなければなりませんでした。日々の生活は、まさにこの偶然に翻弄されていたのです。しかしやがて人々は、ある共通のものを価値の尺度として利用し始めます。それが商品貨幣です。例えば、地中海沿岸では、潮が内陸部では、家畜がそして海洋民族の間では、貝殻が交換の媒体として機能しました。特に貝殻は、その美しさと丈夫さから多くの文化圏で重宝されました。遠くの海から運ばれてきた美しいコーリーシェルは、富の象徴となり、それを持つことが、社会的な地位を示すことにもつな。貝殻は
軽くて持ち運びやすくある程度まで分割もできました。しかしそれでも貝殻にも限界はありました。一つ一つの貝殻の大きさや状態は均一ではなく、その希少性も地域によって大きく異なります。何よりも大量の取引には不向きでした。大きな船や土地を買うのに何万個もの貝殻を数えなければならないとしたら、それは非効率的です。そこで人類が次なる一手として編み出したのが金属貨幣でした。金銀銅といった金属は貝殻よりもさらに丈夫で、溶かして均一な形に加工でき、必要な分だけ正確に分割することも可能です。さらに、その希少性と輝きは多くの文化圏で普遍的な価値として受け入れられました。紀元前7世紀アナトリア半島の西部に位置するリディア王国で歴史的な転換点が訪れます。この地のオーアリアッテス・イリアッテスは自然の金銀合金であるエレクトラムを一定の重さに揃え、そこにライオンの頭の紋章を刻印しました。世界初の鋳造貨幣の誕生です。この小さな金属片は貿易を劇的に変えました。商人たちは重さや純度を測る手間から解放され、刻印のある貨幣を信頼して取引できるように。この革新は瞬く間にエーゲ海を越え、ギリシアの都市国家やペルシア帝国へと広がり、それぞれが独自の刻印を持つコインを発行するようになります。貨幣は単なる交換の媒体ではなく、国家の権威の象徴でもありました。こうして人類は経済活動の効率を飛躍的に向上させ、より複雑な社会を築き上げていったのです。しかしこの貨幣経済が世界を席巻する中で、東の島国日本は独自の道を歩んでいました。1603年天下統一を成し遂げた徳川家康は江戸に幕府を開き、およそ260年にも及ぶ平和な時代を築きます。この平和は厳格な階級制度と強固な農業経済に支えられていました。江戸時代の日本は基本的に農耕社会です。米は人々にとって主食であり、飢えを満たす命そのものでした。同時に米は最も安定した価値を持つ商品であり、富の象徴でもありました。幕府はこの米を基盤とした経済システムを巧みに利用しました。幕府と各大名たちは領地の生産力を石高という単位で測りました。一隻は成人一人を1年間養える米の量に相当します。この石高によって大名の格や彼らが幕府に負う義務が決まりました。そして彼らが支配する武士たちもまたこの米を給料として受け取ったのです。禄高と呼ばれる武士の給料は金や銀ではなく米の量で定められました。なぜ武士は米で給料を受け取ったのでしょうか。そこにはいくつかの理由がありました。まず米は普遍的な価値を持っていました。誰もが米を食べ、米を必要としました。そのため金銀のような相場変動に左右されにくく安定した価値を保ちやすかったのです。また税収も米で納められていたため、幕府や大名にとっては米を直接徴収し、それを武士に分配する方が手間が少なくて済みました。さらにこの6枚制度は武士階級の支配を強化する上で重要な役割を果たしました。武士は米によって生活が保障される代わりに主君である大名や幕府への忠誠を誓いました。米は単なる給料ではなく、政治的な支配と社会秩序を維持するための強力なツールだったのです。禄高に応じて武士の身分や権力が決まりました。高い禄高を持つ武士は
より多くの従者を抱えより良い暮らしを送ることができました。しかし米は物理的なものです。武士たちは自分たちの屋敷に運び込まれた大量の米俵を管理し、それを現金や他の商品と交換する必要がありました。江戸時代中期に鳴門都市が発展し、町人と呼ばれる商人や職人の階級が台頭してきます。彼らは金銀銅の貨幣を使い、活発な経済活動を展開しました。大阪は天下の台所と呼ばれ、全国から集まる米を取引する米、会所米会所が生まれ先物、取引に似た複雑な金融市場まで発達しました。都市生活を送る武士たちにとって、米での給料は徐々に不便になっていきます。日々の生活で必要なのは現金です。彼らは米問屋や蔵屋敷と呼ばれる場所で6枚を現金に変えていました。しかし米の相場は毎年変動します。豊作で米の価格が下がれば武士たちの実質的な収入は減り、凶作で価格が上がれば生活は苦しくなりました。多くの武士たちは現金収入の不足から町人から借金を抱えるようになります。彼らは名目上は支配階級でしたが、実質的な経済力では豊かな町人たちに劣ることも珍しくありませんでした。米に固定された禄高は社会の貨幣経済化の波についていけず、武士たちの財政を圧迫し、不満の種となっていったのです。転換に新政府は6枚制度の廃止を決定します。配当例とともに武士たちはその特権と引き換えに金銭的な保障を受け取りました。しかしこれは多くの武士にとって十分なものではありませんでした。彼らは何世紀にもわたって米に支えられてきた生活基盤を失い、新たな時代の波の中に投げ出されたのです。これにより日本は名実ともに貨幣経済へと完全に移行します。全国統一された円が導入され、金融システムが整備され、近代的な産業が発展していきました。米はもはや給料ではなく、純粋な商品となり、市場の原理にのっとって取引されるようになりました。影響と遺産。江戸時代の6枚制度が日本社会に与えた影響は計り知れません。まず、武士階級の運命を大きく左右しました。制度が確立された当初は、安定した生活を保障するものでしたが、都市化と貨幣経済の発展が進むにつれて、多くの武士が経済的な困窮に陥りました。固定された米の収入では、物価の上昇や都市での生活費の増加に対応しきれなかったからです。この経済的格差は、やがて社会の不満として蓄積され、幕末の動乱期において新政府を支持する勢力と幕府を維持しようとする勢力との間で複雑な対立構造を生み出す一因ともなりました。6枚制度は結果として封建社会の安定と同時にその崩壊の種をも内包していたと言えるでしょう。長期的にはこの6枚制度の廃止とそれに続く貨幣経済への完全な移行が日本の近代化を加速させました。政府は米という特定の資源に縛られることなく、より柔軟な金融政策を実行できるようになり、国内外の貿易も飛躍的に増加しました。全国統一された貨幣と金融システムは産業革命を支える重要な基盤となり、日本がアジアで最初に近代化を達成する原動力となったのです。今日私たちが生きる世界は、米は
もちろん金や銀といった現物そのものが貨幣として使われることはほとんどありません。政府がその価値を保証する俯瞰紙幣が私たちの日常的な取引を支えています。そして今、デジタル通貨やブロックチェーンといった新たな技術が貨幣の概念を再び揺るがし始めています。もし明治維新が起こらず日本が米経済を維持していたらどうなっていたでしょうか。おそらく産業革命の波に乗り遅れ国際社会の中で孤立し近代国家としての発展は困難だったかもしれません。この歴史の対案シナリオは経済システムが社会の運命をいかに決定づけるかという思い教訓を私たちに示しています。また江戸時代の米会所での取引は先物取引の原型とも言われています。これは現代の金融市場の複雑な仕組みに通じるものです。米という現物がやがて価格変動のリスクをヘッジするための金融商品へと変化していった歴史は現代のコモディティ市場やデリバティブ取引のルーツを見せてくれます。この米の経済学は現代企業戦略にも通じる教訓を与えてくれます。ある時代には完璧な成功要因であったものが時代の変化とともに足かせになることがあります。6枚制度は当初は安定をもたらしましたが貨幣経済の発展という変化の波に対応できませんでした。企業は自社の革新的な価値の単位が何であるかを常に問い直し変化する市場に合わせてその価値の表現方法や交換システムを柔軟に進化さ考察と教訓。人類の貨幣の歴史は常に効率性と安定性を追求する物語でした。物々交換の不便さから貝殻のような商品貨幣へ、そしてより普遍的で安定した金属貨幣へ、それぞれの段階で人類は既存のシステムの限界を乗り越えようと知恵を絞ってきました。しかし江戸時代の日本の物語はその普遍的な流れの中に社会や文化、そして政治的な選択がいかに深く経済システムに影響を与えるかを示しています。米は単なる食料ではありませんでした。それは社会秩序を維持するための政治ツールであり、武士という支配階級の身分を象徴するものでした。すべての破壊的イノベーションは最初馬鹿げているように見えます。金属貨幣が登場した時、貝殻の価値を信じていた人々は小さな金属片にどれだけの価値があるのか疑問に思ったかもしれません。同様に江戸時代の武士たちは米で与えられる安定した禄高を捨てて変動する貨幣経済に飛び込むことに躊躇したでしょう。しかし歴史は常に変化に適応したものが生き残ることを教えています。私たちが学ぶのは最高の戦略であっても、それが時代の変化に対応できなければやがて限界を迎えるということです。ゼロックスはグラフィカルユーザーインターフェースを発明しましたが、アップルがそれを製品にしました。ノキアは携帯電話市場を支配しましたが、タッチスクリーンを無視しました。なぜでしょうか。今日の利益を守ることは明日の市場を創造することよりも常に簡単だからです。この歴史の物語は私たちにいくつかの問いを投げかけます。短期的な利益と長期的な成長、どちらを選びますか。株主は四半期ごとの結果を要求します。しかし真の革新には時間が必要です。江戸時代の武士が直面した6枚の安定と貨幣経済の発展のジレンマは現代の企業が常に抱える課題です。競争相手を破壊することと共存すること、どちらが良い戦略でしょうか。
アマゾンはすべてを支配しようとします。それは持続可能でしょうか。江戸時代の米会所では、米をめぐる激しい競争と同時に多様な商人が共存していました。顧客データを収集することでどこまでプライバシーを侵害できるでしょうか。Google や Facebook はすべてを知っています。それは公正でしょうか。貨幣が進化しデータが新たな価値の単位となる現代において、倫理的な問いは常に存在します。失敗から学ぶためにどれだけのリスクを取る用意がありますか。イーロン・マスクは何度も破産寸前でした。それは賢明でしょうか、それとも無謀でしょうか。6枚制度にしがみついた武士たちの姿は、変化を恐れリスクを取らなかった結果を示唆しています。革新のためにどれだけの雇用を犠牲にできるでしょうか。自動化は効率を高めます。しかし人々は職を失います。明治維新が6枚制度を廃止したとき、多くの武士が職を失い社会は混乱しました。歴史は進歩の裏に常に犠牲があることを教えています。これらの問いに対する答えは一つではありません。しかし、過去の経済の物語を深く考察することで、私たちは未来の選択に対するより深い洞察を得ることができるはずです。エンディングまとめ。私たちは今日人類が物々交換の時代から貝殻を経て金属貨幣へと進化していった普遍的な物語をたどりました。そしてその進化の波の中で260年もの間米を給料として選び続けた江戸時代の日本の異色の経済システムを探求しました。米は単なる食料ではありませんでした。それは国家の経済基盤であり、社会秩序を維持する政治的ツールであり、そして武士という支配階級のアイデンティティそのものだったのです。しかしとしかと貨幣経済の発展という変化の波は、やがてこの強固な米経済を揺るがし、日本は明治維新という大転換を経て世界共通の貨幣経済へと舵を切ることになります。この物語は過去のものです。しかし彼らが教えてくれる教訓は永遠です。革新リスクそして執念失敗から学び変化に適応する柔軟性、これらは単なるビジネスの原則ではありません。人生のあらゆる局面で私たちに問われる普遍的な原則です。さて、今回の物語で興味を持った方はぜひコメント欄で感想をお聞かせください。次回の動画ではこの江戸時代が終わりを迎えた後、日本がどのようにして世界に類を見ないスピードで近代的な貨幣制度を構築し、経済大国へと駆け上がっていったのか、その劇的なプロセスを深掘りしていきたいと思います。あるいは現代におけるお金の未来について深掘りしても面白いかもしれません。デジタル通貨や仮想通貨は私たちの経済システムをどう変えていくのか。貨幣の進化はどこへ向かうのでしょうか。私たちは常に昨日の巨人から学び今日の課題に挑み明日の世界を創造していく必要があります。経済とは単なる数字の羅列ではありません。それは人間の欲望や新革新、そして失敗が織りなす壮大なドラマなのです。この物語があなたのビジネスと人生に新たな視点と深い洞察をもたらすことを願っています。